こんにちはったらこんにちは。出雲です。主婦に教えるマイコンプログラミング4時間目。今回は関数について考えていきます。ここからですね、ちょっと難しくなってきますので、落ち着いて、せっかく動画なので、わからなかったら繰り返し見て、なんとか頑張って理解してください。よろしくお願いします。はい。ですね、話は変わりますけど、今回のタイトル背景のマイコンボードは、ST マイクロの STM32F446 が乗っかってるやつです。これですね。で、授業はですね、もちろん Arduino でやるんですけど、この ST マイクロのマイコンボードも、Arduino 互換のポート、これですね。Arduino と一緒なんですけど、これがついていて、Arduino 向けの追加基板とかが、使えるようになってました。ST マイクロのこの手のマイコンボードはですね、だいたい秋月で3000円前後で売られていて、入門者用としてはとっつきやすくなっています。Arduino 一通り勉強してですね、もう少しガチなやつ使ってみたいってなったら、こういうのから入るのがおすすめです。で、開発環境もね、無料でダウンロードできますので、そういうところが普及のポイントなんだろうなと思います。僕もね、結構使いました。さて、では始めていきましょう。今回も資料で説明していきます。はい。ではですね、主婦に教えるマイクロンプログラミング4時間目、関数の作り方です。よいしょ。で、前回の復習からいきます。大事なところなんでね。変数の話でしたね、先週は。で、変数っていうのはデータを入れる箱で、箱の中身は随時書き換えが可能ですと。で、数学でやるですね、x とか y みたいなもので、中にいろんな数字が入るという形になってます。で、変数には、型があって、この変数に入れるデータにも型があります。で、代表的なものが3つあって、int、これが整数ですね。0だとか3だとか365だとか。で、フロートっていうのが不動小数点。0.5 とか 1.3 とか 3.14 とか、なんとか点なんとかになってる数字ですね。で、char っていうのがあって、で、これは文字を表してます。で、a とか z とか、and とかですね。この、箱には大きさが決まってて、で、char の文字には、文字が1個分しか入らないですね。この箱には。って感じです。で、この変数である箱とデータは種類を合わせて使います。型はね、他にもいろいろいっぱいあるんですけど、入門編はこれぐらいで十分だと思います。でですね、変数の使い方です。で、まずですね、変数は宣言して使います。で、宣言っていうのは箱を作る作業になります。例えばこの int の new year で書くと、int の変数 new year を作るっていう作業をします。これが宣言ですね。で、宣言と同時に値を入れるっていうやり方もできて、int this year イコール2023っていう風な、書き方をすると、this year っていう int の変数を宣言、作って、で、その箱の中に、2023を入れる。で、箱にデータを入れる作業を代入って言うんですけど、変数に代入をするという作業ですね。この一行で変数宣言と代入をいっぺんにやっちゃうっていう書き方もできます。結構ね、これよく使います。で、次の行に書いたらですね、この new year イコール1999。本当は来年は、2024ですけど、これがですね、普通に代入作業ですね。これも非常によく使われます。で、変数はですね、計算に使えます。使えないとあんまし意味がないんでね。で、例えば new year は this year プラス1ですね。で、this year は今、2023なので、2023プラス1の値を new year に代入して、で、2024になります。で、例えばですね、this year を、this year マイナス23みたいに、
自分の値を更新するのもありです。こういう使い方もできます。自分自身の値をここに入れて、で、これを引く23は自分自身っていうふうにやると、この this year の中身が、今2023だから、2000になるんですかね。っていう風な使い方もできます。はい。で、本日は関数の話です。やっと本題に入ります。で、関数にもですね、いろいろありまして、こういうですね、今まで、ポートを扱うのに使ってきた、デジタルライトだとかですね、ピンモードだとかですね、これ見覚えあると思うんですけど、こういう、あらかじめ準備された関数っていうのがあって、これライブラリ数っていうんですけど、まずはこういうのが1個あります。あとですね、これも今まで見てきたセットアップだとかループとかですね、ちょっと特別な関数があります。これちょっと特殊なんですね。Arduino のプログラムの中で特別扱いされている関数です。あとはですね、自分で作った関数でして、今日はこれをやります。はい。で、ですね、関数っていうのは命令をまとめて名前を付けたものになります。例としてですね、ここにLED を点滅させる命令群っていうのがあるんですけど、LED をハイにして、光をつけてですね、で、0.5 秒待って、光を消して、1秒待つっていう命令があるとします。これをですね、まとめて、こんな感じですね。void の、LED ブリンクっていう、関数ですね。にまとめて、この括弧でくくります。これですね。中括弧でくくります。で、その中にさっきの命令を丸ごとビーッと入れます。で、こうするとですね、この LED ブリンクっていう関数を呼ぶと、この中身が実行されるという風な形になります。1行書けば、これが全部実行されるので便利っていうことですね。で、関数もですね、宣言して使います。さっき書いたみたいにですね、この、void の LED ブリンクっていうのが、関数の宣言ですね。でこれをやって、このカッコでくくって、やりたい作業をぐぐっと書きます。でこれが関数宣言。ここが関数宣言になります。で、プログラム的にはですね、この後、セットアップとループが続いて、で、このループの中で LED ブリンク、さっきここで宣言した関数を読んでます。こうするとですね、このループの中で LED ブリンクが繰り返し実行されると。LED ブリンクが実行されると、この中ですね、LED をオンしたりオフしたりっていう動作が、実行されるってわけですね。だから、このプログラムを実行すると、LED が 0.5 秒ついて1秒消えてるっていうのが繰り返されるはずです。で、関数の宣言はですね、実際にここよりも使うよりもですね、手前にでやります。後ろに書く方法もあるんですけど、入門編ではとりあえず前に書くということで覚えてください。で、この void の宣言については、また後で、説明をします。で、セットアップとループですね。これはさっき言ったみたいにちょっと特別な関数で、Arduino は、起動すると、まずセットアップを実行して、ループを実行するっていう風にお約束でなっています。で、ループは繰り返し実行されます。で、そのループの中に LED ブリンクを書くことで、さっき言ったみたいにこれが繰り返し実行されるということになっています。ではですね、これを実際に動かしてみましょう。はい、それではですね、プログラムを実際に動かしていきましょう。で、よいしょ。関数はですね、この LED ブリンクっていう関数をここで宣言しています。void の、関数で、LED ブリンクという名前になっています。で、中身としてはですね、0.5 秒 LED をオンして、0.5 秒 LED をオフするっていう風なだけの関数です。で、いつものようにですね、セットアップでピンモードを、13番をアウトプットにして、
で、このループの中で今回、作った LED ブリンクを、回すと。ループに従ってですね、この LED ブリンクが繰り返し実行されるということになっています。ではですね、実際に動かしてみましょう。書き込み完了しましたので、ここですね。0.5 秒おきに、LED がオンしたりオフしたりしています。ちゃんと動きましたね。ループの中でこの関数が繰り返し実行されているということです。実際に動いたでしょうか。ブログの方に、ね、上がってるプログラムでですね、なんかうまくいかなかったよとかあったら、やっぱりコメント欄の方で知らせてください。はい。でですね、今作った関数は、0.5 秒 LED が光って1秒消えてるっていう風な感じで、動きが固定になってました。でですね、できれば、0.1 秒光らせたり、2秒光らせたり、可変にしたいですよね。で、そうするときにどうするかっていう感じで、ここですね、これ。引数。これ因数じゃなくてね、引数って呼ぶことの方が多いです。引数を使います。で、引数っていうのは何かっていうと、さっきみたいにですね、LED ブリンクっていう関数なんですけど、さっき空っぽだった括弧のところに、この int のオンタイム、int のオフタイムっていう2つの、変数宣言が入ってます。LED ブリンクに、変数を与えるっていう風な書き方なんですね、これが。で、この与えられた変数は、関数の中では使えて、例えばですね、この LED を光らせて、さっきは0.5 秒待機で固定だったんですけど、ここにオンタイムを入れることで、このオンタイムを100だったり、200だったり、2000だったりすることができます。この 0.5 秒待機要素ですね。はい。で、同じようにオフタイムをここに与えて、LED をオフする時間を可変にすることができます。で、どういうふうに使うかというと、ここですね。ここに、ここで実際使われてて、アクティブタイムっていうイントの変数を1個作ってるんですけど、このアクティブタイムを、はじめ0から100とか200とか増やしていって、で、さっきの LED ブリンクにここにアクティブタイムつって入れてやると、この100だったり200だったり300だったりするアクティブタイムが LED ブリンクに渡されて、で、光ってる時間が 0.1 秒だったり、0.2 秒だったり、0.3 秒だったりになるっていうことですね。で、今回後ろはですね、線で固定して使います。なので、もちろんここも可変できるんですけど、アクティブタイム分光った後、この1000ミリセック1秒ですね。オフするっていう風なプログラムになります。ここだけ見るとですね。はい。で、これも実際に動かしてみましょう。はい。ではですね、2番目のプログラムになります。今度はですね、この LED ブリンクという関数に、ここですね、括弧の中に2つのオンタイムとオフタイムっていうイントの変数が宣言されていて、これが引数になります。で、この引数はですね、プログラムの中で使うことができるということですね。なので、ここに入っているオンタイムとオフタイムが、ここに入れられた数字ですね、を使うことができます。例えば、ここにオンタイムに50、オフタイムに100とかっていう数字を入れますと、ここですね、この LED がオンして、オンタイムが50なので50ミリセック待って、オフして、オフタイムが100だったら100ミリセック待つというふうな、動作をします。で、実際に使ってみるとですね、このセットアップの中には、いつものようにピン設定がされていて、ここですね、アクティブタイムっていう変数がここでイントで宣言されています。で、このアクティブタイムの中身を、まず100にして、LED ブリンクの引数に、今ここが100ですね。で、こっちは1000で固定です。なので、オンタイムが100。
オフタイムが1000になります。で、1周回って、アクティブタイムが今度は200になりますと、オンタイムが200、オフタイムが1000っていう風な、動きをするはずです。では実際にやってみましょう。はい、飛んでいます。でですね、オンタイムが100ミリセックからだんだん伸びていく様子がわかると思います。オフの時間はずっと1秒で固定なんですね。で、オンの時間だけがだんだん伸びていきます。だいぶ長くなってきましたね。はい。こんな感じで、100ミリセックずつオンタイムが増えていくプログラムになっています。どうですかね？わかりますかね？ちょっとややこしいですけど、関数の引数を変えながら動かしてみました。はい。ですね、2番目のプログラム、ちゃんと動いたでしょうか？まあ、動くはずだと思うんですけど、もしも何かあったら、やっぱりコメント欄にお願いします。でですね、次は、型宣言の意味というものを考えていきます。関数にも型があるっていう話を冒頭にしました。で、今まではですね、void っていう型をずっと使ってきました。で、void っていうのはですね、空っぽく何もないっていう意味で、型がない場合に使う、呪文になります。型宣言ですね。で、このですね、新しい関数をちょっと考えて、int のマルチバルっていう、今までvoid だった関数の型が今度は int になりました。でですね、この関数は int の a と int の b っていう引数をもらいます。で、中で宣言した、リターンバルっていう、int の変数に、a×b を入れて、で、リターンバルっていう風な呪文が最後に加わっています。このリターンっていうコマンドがですね、このマルチバルっていう関数が、このレッドバルを出力するっていう風な、意味になっています。よいしょ。になりますけども、この関数は、a と b をもらってきて、その掛け算を出力するっていう関数になって、で、返す値が int なので、この関数の型も int になります。つまり、返り値ですね。この、出力する値のことを返り値って言うんですけど、関数が返すからですね。返り値が int だったら、関数の型も int になります。よいしょ。で、次。で、こんな風に使います。ですね。まずちょっと int のアクティブタイムっていう、変数を作って、ここに100入れておきます。でですね、例えばループの中で、アクティブタイムは、さっきのマルチバルっていう関数ですね。マルチバルの、アクティブタイム ×2 ですっていう風な、コマンドを書きます。で、そうするとここで何がされるかっていうと、マルチバルはこのアクティブタイムと2をかけた値を返す関数なので、ここですね。A と B をかけて戻すので、ここは A と B ですね。A と B にアクティブタイムと2を入れたので、今アクティブタイムは100です。100×2 で、新しいアクティブタイムの値は200になります。で、さっき作ったですね、LED プリンクっていう関数に、今アクティブタイムが100ですよね。なので100。で、こっちはね、めんどくさいんで1000っていう固定した値を入れます。で、そうすると、100ミリセック LED が光って、1000ミリセック消えてると、お休みするっていう風な関数の働きになります。で、ループで次の週。で、さっき、200だったんで、今度は 200×2 で、今度は400ですね。で、400ミリセック、光って、1000ミリセックお休みするという風な。さっきこれ僕アクティブタイム100って言いました。これ、1回目200の間違いですね。で、今、400です。で、400が戻ってきて、また400の2倍で次は800ですね。800ミリ秒光って、
1秒お休み。で、次の週は800の2倍で1600です。で、1600ミリ秒を光って、1000ミリ秒お休みするっていう風な感じですね。で、光ってる時間がどんどん倍々ゲームになってきます。はい。初めから言いますと、最初が100なので、マルチバルで2倍になって200ミリセック。1回目は200ミリセック光ります。で、ぐるっと回って次は400ミリセック。次は800ミリセック。次は1600ミリセックと光ってる時間が倍になっていきます。よいしょ。ですね。なので、例えばループみたいに、リターンがないやつはボイドなんですよ。返り値がないやつはボイドで、こいつみたいに、イントの値を返すやつは関数の方がイントになります。っていうことですね。はい。これもですね、最後に実際に動かしてみましょう。それではですね、3番目のプログラムになります。ですね、ここでは、マルチバルっていうですね、関数を宣言しています。でですね、この返り値がですね、今度はボイドじゃなくてイントになっている。注目です。で、この関数は何をするかっていうと、この括弧の中ですね、イントの、A でイントの B っていう、引数をもらって、で、中でですね、レッドバルっていう、リターンバルっていうですね、変数を宣言してるんですけど、この値を、A×B にします。で、ですね、このリターンバルを返すと。この関数の出力として、A×B を出力します。ですね。で、さっきの、LED ブリンクはそのまま使えます。変わってないですよね。はい、変わってないです。で、よいしょ。でセットアップはいつもの通りで、アクティブタイムっていう、変数があるのも同じです。でですね、このループの中で、アクティブタイムっていうやつを、元々のアクティブタイムの2倍にすると。ここに2を入れてますので、アクティブタイムかける、2が、このマルチバルの、出力として出てきます。なので、ここに、例えば100を入れると、200が出力されると。で、このアクティブタイムの値が今度200になります。で、ぐるっと一周回ると、さっきまで200だったアクティブタイムをまた2倍して、400にして落とします。そうすると、アクティブタイムが今度は400になりますね。で、また一周回ると次は800、次に一周回ると1600と。倍々ゲームで、アクティブタイムが増えていくということになります。で、実際にやってみましょう。アクティブタイム、LED がオンする時間が 0.1 秒から、0.2、0.4、0.8、1.6 っていう風に増えていくのが見えるはずです。では、やってみましょう。よいしょ。LED に注目です。時間がどんどん長くなっていきます。売買ゲームなんでね、どかでかくなっていきます。なので、オン時間がどんどん長くなっていきますね。はい。こんな感じです。はい。3番目のプログラムもちゃんと動いたでしょうか。で、今回のまとめになります。よいしょ。で、関数とは命令をひとまとめにして名前を付けたものです。この関数名を呼ぶだけで、その関数内のですね、命令群をひとまとめに実行することができます。で、変数と同様にですね、関数は宣言してから使います。よいしょ。こうですね。この命令群を中括弧でくくって名前を付けるというのが、関数になります。で、宣言ですね。これ自体が関数の宣言になります。で、この関数の方は、今、ボイドですという感じですね。
で、次に、関数名の後ろの括弧の中にはですね、引数っていうものを入れて、関数内で使うことができます。例えば、よいしょですね。この LED ブリンクっていう、関数には、この括弧の中に、イントのオンタイムとイントのオフタイムっていう変数が宣言されてます。で、この変数は、この LED ブリンクっていう関数の中で使うことができます。で、次にですね、関数には、返り値っていうやつをつけることができます。その返り値の型が関数の型になります。こうですね。例えばですね、このインクリメントタイムっていう関数を作って、このリターンタイムっていうのを中で宣言して、リターンタイムの中身をちょっと計算してですね。で、このリターンっていうこの呪文ですね。このコマンドで、リターンタイム、レッドタイムを、返してやると。この関数の、出力がこのレッドタイムになります。で、この出力が今、イントなので、で、この関数の型もイントになります。これが返り値ですね。この返り値の型が関数の型になります。これね、合わせておかないとね、怒られます。はい。で、まとめは以上になります。はい。というわけでですね、今回は関数の作り方と使い方について勉強してみました。実はですね、今回から机がついてます。はい。でですね、ちょっと難しくなってきたんですけど、落ち着いて考えればですね、大丈夫だと思います。冒頭でも言いましたけれども、わからないところとかあったら、コメント欄とかですね、遠慮なく質問してください。変数とですね、関数が使えるようになれば、プログラミングの最初の壁は突破したも同然だと思います。なんとか頑張って理解してください。はい。ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ためになったなとか思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。次はですね、多分、if 文とかやります。ではでは。